皆さんこんにちは、あやこんです。6月5日、7日、ベルーナドームで行われたシャイニーワールド8日本公演行ってきました。もう言葉にならないくらい最高でした。それでも伝えたいことがありすぎてまとまらないままですが、いち早くレポを伝えたくって動画にしました。シャイニーが好きな方、ライブに行けなかった方、一緒に参戦した仲間の皆さん、この感動と興奮、ぜひ最後まで一緒に味わっていってください。最初にお伝えすると、今回の動画はシャイニーワールド8についての感想を中心にレポしています。ベルーナドーム結局どうだったって動画も後日投稿しますので楽しみにしていてください。当日の様子。当日の天気は1日目が曇り、2日目が小雨から終演頃には本降りの雨でした。気温は20度から23度くらいで涼しく、長袖が必要なくらいでした。最近はソロのライブにしか参戦していなかったので、会場にいろんなメンバーカラーのタオルやソロのグッズを身につけたシャオルちゃんたちが集まっている時点で、ついにシャイニーワールド始まるんだって興奮しちゃいました。会場では久しぶりに会うシャオルさんと久しぶり変わらないねって同窓会みたいに再会したり、遠方からのシャオルさんとソンブルを交換したり、こういうの久々ってライブが始まる前からもう胸がいっぱいになりました。こういう時間も含めてシャイニーのライブって特別だなってしみじみ感じます。ライブスタート。そしていよいよライブスタート。ライブが始まるとパールアクアグリーンのペンライトが会場を埋め尽くして本当に綺麗でした。ライブ中も無線コントロールによる演出で虹色に光ったりキラキラしてスタンド席から見たら本当に綺麗でした。そしてムービングステージ。ステージが透明で透けているのでステージ真下の席へガラス越しにペン差できるんです。あれは大興奮だったと思います。メンバーがカメラに向かってひょっこり覗き込んだりしている姿も可愛くって見ているこっちまで笑顔になりました。ムービングステージは一番後ろまで来るとスタンド席にもかなり近くて、スタンド後方の席の方もよく見えたんじゃないかなと思います。衣装の話もさせてください。オープニングからもう度肝を抜かれました。深いワインカラーと黒をベースにしたレザー調の衣装で全体的にダークでかっこいい世界観だったんですが、特にテミンの素肌にレザーのロングジャケットというスタイリング、あれは反則でしたね。驚きました。キー君はデビル感のあるレザーの眼帯をしていたんですけど、曲の途中でめちゃくちゃかっこよく外すんですよ。あの瞬間、会場のテンションが一気に上がったのが伝わってきました。あんなにかっこよくアイドルらしく眼帯を外せる人、キー君の他にいません。ミノはスタンドカラーのロングコートにサングラスでマフィア感がすごかったです。でもめちゃくちゃかっこいいんですよ。このロングコート割とすぐ脱いでしまったので、もっとゆっくりじっくり眺めたかったなぁなんて少し残念な気持ちもしました。オニュは他の3人に比べると落ち着いた感じだったんですけど、それなのに上品なワイルドさがあって、ちょい長めのストレートヘアも相まって本当にかっこよかったです。飾らない大人の余裕が感じられました。2着目の衣装ではキー君がそれぞれの衣装のカラーがソースみたいって言い出して、オニュがケチャップ、キー君がマスタード、ミノはマヨネーズ、テミンはシーザーサラダって話していて、こういう MC のわちゃわちゃ感、日本公演ならではで大好きです。バラードブロックの衣装はエビバでのミニアルバムや東京ドーム公演を思わせるようなモノトーンに大きめのハットの衣装でした。デザインがメンバーそれぞれの雰囲気にとっても合っていて、特にオニュの美しいデコルテラインとフェイスラインはもう美術品みたいでずっと見ていられました。バラードの歌声と合わせてとても幻想的で美しかったです。最後の衣装は6月1日に発売されたアトモスの衣装でしたね。白を基調として無機質っぽいけど実は凝っているっていう感じの衣装で、ふわふわ揺れたり踊るとリボンや紐が揺れたりしてとても素敵でした。どの衣装もとても良かったのですが、やっぱりバラードブロックの帽子の衣装が個人的には大優勝です。日本ならではの演出。日本公演ならではの演出もたくさんありました。日本オリジナル曲などソウルコンとはまた違う日本ならではの温かさとわちゃわちゃ感がありました。トロッコでは4人が1台のトロッコに乗って回ってくれて、サインボールも投げてくれました。オニュのサインボールをキャッチしたお友達、羨ましすぎます。おめでとう。
2日目のサプライズも最高でした。全席に用紙が準備されていて、みんなで作った文字のメッセージが15周年おめでとう。遠隔ペンライトで簡単に文字が作れる時代なのに、シャイニーのライブではずっと一人一人の協力で文字を作り続けているんですよね。それってすごく素敵だなって思うし、一枚一枚座席に貼ってくれたスタッフさんの準備にも愛を感じます。こうやって作られたメッセージは、やっぱりペンライトで作るものよりも温かみがありますよね。ステージにはお祝いのケーキも登場して、歴代の日本オリジナルアルバムのジャケット写真が飾られていたんですが、日本のアルバムだってすぐテミンが気づいてくれたのがまた嬉しかったです。メンバーそれぞれの話、メンバーについても語らせてください。まずはオニュ。ソロ活動ではずっと見てきたけど、シャイニーのリーダーとしてのオニュを見るのは8年ぶり。今回のシャイニーワールド8では、歌声はもちろんですが、ダンスにもすごく自信と余裕を感じました。シャイニーの中にいる時のオニュって、より男らしくって大人セクシーでお兄さんっぽさがあって、これはシャイニーのライブでしか見られない顔だなって思いました。そしてテミン、改めてドラマティックな表現が本当にうまいなと思いました。曲のサビでテミンがセンターに来ると一気に空気が持っていかれるほどのオーラを感じました。でもシャイニーの中にいるとマンネらしい可愛い顔を見せてくれたりして、コーチェラという大舞台をやり遂げた世界的なアーティストとは思えないわちゃわちゃぶりを発揮してくれていて、そのギャップが愛おしすぎました。ミノ、歌がさらに良くなってるって思いました。フィットネスで作り上げたあのムキムキのボディからあの甘い声が出てくるギャップ、最高じゃないですか。それから皆さんがいつも僕たちの希望です、当たり前のようにまっすぐ言葉にしてくれるミノ、毎回胸が熱くなります。ステージ上でもメンバーにたくさんコミュニケーションをとってくれたりして、シャイニー愛、メンバー愛を感じました。キーくん、戻ってきてくれて、シャイニーワールド8のステージに立ってくれたことに感謝しかありません。ムービングステージが止まってしまうアクシデントがあったようなのですが、キーくんがとっさに起点を聞かせて MC でつないでくれて、その頼もしさにも感動しました。いつでも周りをよく見ていて、他のメンバーの話をフォローしてくれていたり、メントの挨拶でも私たちの不安や苦労を察知して欲しい言葉をくれるキーくん。キーくんの存在に何度も助けられたし、これからも頼りにしています。もちろんパフォーマンスもかっこいいし、可愛いしで、感情が忙しかったです。メントの話、約束してくれたこと。ライブの終盤、キーくんがこんなことを言ってくれました。10年以上、ドームという大きな場所でステージができることに本当に感謝しています。そう言いながら、シャイニー4人が深く90度のお辞儀をしてくれて、その謙虚さに感動したし、これまでのシャイニーとの思い出が一気にフラッシュバックして大号泣でした。さらに今回のトリロジー1の後に2、3も続きます。2も3も絶対来ますと約束してくれて、20周年で終わりじゃない、まだ続きます。みんなが応援してくれたら、シャイニーはいつでもステージに戻ってくるとも言ってくれました。また来年シャイニーに会える。それだけで私たちはまた1年頑張れますよね。オニュの8年。そしてオニュの1日目の挨拶、シャイニー4人でのステージは8年ぶりですって言ってくれたんです。オニュペンの皆さんにはわかると思います。この8年間がどれだけ長くてどれだけ待ち続けた時間だったか、その気持ちをオニュ自身が分かっていてくれたこと、長い時間待っていてくれてありがとうございますって言ってくれたこと、待っていてよかった、諦めなくてよかったって心の底から思いました。2日目の挨拶では日本語でうまく気持ちを言葉にできなくて悔しそうにしていたオニュ。でも日本語で伝えようとしてくれた気持ちだけで十分すぎるくらい嬉しかったし、言葉にできなかった部分もちゃんとみんなに伝わってたと感じています。ポエットアーティスト。そして2日目、アンコール最後の曲、ミノがジョンヒョンと名前を呼んで天井に向かってマイクを掲げた瞬間、間奏で流れたジョンの歌声が会場いっぱいに優しく静かに響き渡りました。メンバーたちはジョンの声を噛み締めるように嬉しそうに曲に乗っていて、会場のシャオルたちも静かにただその声に聞き入っていました。懐かしくて恋しくてでも温かい、そんな空間がベルーナドームいっぱいに広がっていました。ソウルから始まったシャイニーワールド8が日本で5人の声で締めくくられたこと、シャイニーの愛を感じて大号泣でした。
シャイニーって18年目のアイドルとは思えないくらい全力で踊ってくれるし、私たちのことを心から思いやってくれるし、いつまでもかっこよくて夢中にさせてくれる唯一の存在です。こうやってシャイニーが頑張ってくれるから私たちも頑張れる。かっこいい姿を見ると自分もやる気が出て背筋が伸びる感じ、皆さんも分かってもらえますよね。最後にキーくんが言ってくれた言葉をもう一度。これが最後じゃない。こうやって応援してくれたらシャイニーはまた来るから。その言葉を胸にまたシャイニーに会える日まで一緒に頑張りましょう。ということで今回の動画は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。